うーん。やっぱりなかなか。なるほどね。うん。うん。おもろいな。あ、だからこそ価値観の相違だったんか。なるほどね。で、価値観の、ここでアルエットが出てきて、価値観の一致っていうことは、それこそアルエットがまさに、その、なんだろうな、しっかりその、自分の本心と、規則みたいな、そういう規律みたいなののバランスってのをちゃんと言語化して、柔軟に考えればいいんじゃないみたいなことを、思っとる子やから、その二人で、その落ち込んだ時に、どうしたのマコみたいな感じで話しかけて、そういう話になるんじゃないかな。なるほどね。なるほどね。うわー、これ続きやりたいけどな。このまま続けていいのかな。なるほどな。でもなんかここまで来たら最後まで行きたいよな。ここまで来たら最後まで行きたいよな。じゃあ最後まで行くか。これ多分動画一本に収まらんぜ。いやー申し訳ねえな。なんか分割になるかもしれん、ここら辺は。ちょっと読むのがゆっくりすぎて。すまねえ。ちょっと、じゃあ、マコーとアルエット、価値観の一致。そうやろ。気になって、だって、キャナリーとかルクいけんやろ。だって、絶対、ほら、飛行精神って書いてあるから、多分ロビンの話になるから、キャナリーロビンになるやろ。だからそうなってくるとまだ話がごちゃつくから、先にこっち行こう。いや、こういう雑談っていうか、無駄話しとるからこんなことになるんやろうな。ごめんね。ほら。その時、アルエットが学内を一巡りしていたのは、インキュナブラの酔いを覚ますためだった。アドラーから見ればいいというものではないと教えられ、アルエット自身もほどほどにしようと肝に銘じていたのに、いざ観覧を始めるとやめ時を見失ってしまったのだ。理由の一つに、昨日観覧中に垣間見たお見舞いの風景を再び見ることができるかもしれないという期待があった。残念ながら前回とは異なり、ボーガに陥ることはなかったが、とにかくインキュナブラから出た瞬間に重篤なめまいを覚えたアルエットはよろめくようにして外へとさまよい出たのだった。校舎から北側に出発し、時計回りに足を進める。校門付近に行き着いた時、アルエットはうつむき加減に歩いているマコーの姿を見つけた。呼びかけたが彼女の反応は鈍かった。視線だけこちらに向け、口を開きかけたものの声を発することはない。何かあったの？顔色が良くないわ。別に何も。と否定しかけたマコーだったが、途中で言葉を切って何かを、思案している様子だった。やがて意を決したように顔を上げ、口を開く。そこで相談できるのがやっぱいいよね。なんだろう、実は、多分全部を話すことはないと思うんだけど、そこでなんかやっぱマコーは生真面目だから、どうしてもやっぱそこはさ、ね、自分一人で抱え込みそうな性格しとりそうじゃん？うつ病になるのって多分こういう性格だからさ、真面目な人。そこで、なんだろう、アルエットに対して、多分例え話やろうな、表現として。友達を売るか規則を守るかって話になるんじゃないかな。ねえ、アルエット。新入生のあなたにこんなことを聞くのはおかしいかもしれないけど。ほら。何でも聞いて。アルエットは前のめりに言った。入学の一件からマコの力になりたい、恩返しがしたいという思いをずっとくすぶらせていたのだ。マコはその勢いに驚いた様子だったが、真剣な表情からアルエットの心意気を察したのか、微笑ましそうに苦笑した。規則違反をしている生徒を見かけたらどうする？報告する？規
規則違反の内容にもよるかしら。ほら。すごい。まさにだろ。ほら。それ、マジみたいな。初手からそういうみたいな。いえ、本当は全てを報告すべきなのよね。それは分かってるんだけど、実際そうできるかって言ったら、私には無理かなって。やっぱほら、パボーネに関しては、割と柔軟な考えってのは大事かなって思っとるけど、それを別になんて言うんだろう。ちょっとなんか考えながら言っとる節があるやん。ね。けど、アルエットに関しては天然なんだよね。確実に。もう素直に、それはもう当たり前ですけど、みたいな。無理？ほら。面倒くさがりだから、見て見ぬふりをした方が楽だなって思ったら、きっとそうしちゃう。随分と正直ね、あなたは。人の苦労も知らずにってことやろ？マコは呆れたように言ったが、心の半分は感心もしていた。こんなにも危うい本音を聞いたのは久しぶりだ。嘘をつくのも面倒なのよ。うわー、この言葉が一番響くやろうな。でも、誰かにとって迷惑な行いなら報告すると思うわ。物を盗んだとか、壊したとか、あるいは暴力を振るったとか。これからするのは、あくまで例え話だけど。ほら。と自分でも虚しいほどに意味のない前置きをして、マコは事情を打ち明けることにした。生徒同士が手を握り合っていたら？しないわ。悪いこととも思えないし。じゃあ、もし、唇と唇を触れ合わせていたら？ここなんだよね。すごいな。端的に、マコとパボーネの関係と、さっきの二人の関係を、この一言で、例え話としての線引きにしたんだよね。キス？報告しないわね。いや、ここがすごいよな。だって、キスって親愛の証でしょ？好意を示し合うことは、私の中では悪いことじゃない。むしろ好ましそうに言い放たれて、マコの頬がこわばる。結論としてはパボーネと同じだが、より罪の意識を薄い口調だ。害のない行為を禁じるノリの方がおかしいとでも言いたげな。じゃあ、もし、親愛の息を逸脱していたら、強く抱きしめ合って、メイデンコルゼットを外して。察したな。アルエットははっと息を飲んだ。言葉にすることすら恥ずかしいとでもいう風に、もたついた口調や闇をじっと見るような瞳が、まさにそれを目撃したばかりなのだと。無理やりじゃないのよね。なるほどね。いや家庭の話ではないことを認めたのも当然の返しだが、もはやどうでもいいことだった。アルエットは宣告までとは打って変わって真顔になり、木工に沈む。さすがに彼女にとっても看過できない一戦なのだろうと、マコは固唾を飲んで返事を待っていたが、なら、やっぱり見なかったことにするわね。ほら。やがてよこされたのは思いのほか軽やかな返答だった。そう？私は報告を怠ったわけじゃない。見たことをすっかり忘れてしまっただけ。だから悪くないの。そう自分に言い聞かせるわ。これなのよ。これが、マコになかった価値観なのよ。ね、やっぱり自分の、
ね、自分にそのね、私は悪くないっていうのを言い聞かせるために報告しようとしたわけやねんか、マコって。うん。けど、そのアルエットにとっては、もう忘れてしまえば、その物の事象がなければ、ね、誰も悪者はいないわけだから、自分ももちろん同じ結果ね、うん、心の納得ができるわけよ。そやな。すっげえ。マコは目を見開いてアルエットを見つめた。子供がちょっとしたいたずらについて打ち明けているような影のない表情。呆れも怒りも覚えなかった。なんとあっけらかんとした自覚的な欺瞞だろうとひたすら恐れ入るしかない。あなたは本当にそれでいいの？あれは許されるべきことなの？あなたが許す必要はないわ。ただ私は許せるというだけ。最後の一言やったんやな。うん。多分心の中で、この一言で多分マコの中で一個弾けるんじゃないかな。許せるかどうかじゃなくて、報告をしない罪悪感よりも、恋の邪魔をする罪悪感の方が強いのね。恋？マコが首をかしげる。初めて耳にして、オウム返しに発した言葉のようにおぼつかない発音だ。そうでもなければ、そんなことをしないと思うの。きっと、この学園では歓迎されないことなんでしょうけど、特別に好きって思える相手と出会えるなんて、素敵だと思わない？特別に好き。ええ。ただ、好きになった相手を求めて、相手にも求められただけ。ただ、求められた。わええ。マコはアルエットのセリフを呆然と繰り返した。与えられた概念が演化できず、喉につかえているような印象だった。うん。なんかもう、違う星の人間の言葉を聞いとるような感じなんだろうな、きっと。うん。やがて彼女は深いため息を一つ吐き、まっすぐにアルエットを見つめる。ねえ、アルエット。それは、私たちには許されていないことだわ。アルエットは目を見張る。驚きは当然あった。けれどそれ以上に強く感じられたのは、やはりという苦い考えだ。人に肌を見せること、触れさせることが禁忌なのは、一線を越えた関係を予防したからではないか。かねてからそんな風に予想していたのだ。でもマコ、心なんて自分じゃどうしようもないわ。どうしようもないものであったとしても、御さなければならないの。私たちはいずれメイデンになるのだから。どういうこと？あなたも検査や授業で増加をしたでしょ？あの時の感覚を思い出して。作るものを具体的に思い浮かべる前に、無意識が描き出したものが組み上げられて目の前に実体化する。そんな感覚じゃなかった？ええ。自分の意志で全てを抑え込めるものじゃないのよ。慣れと鍛錬次第で少しは制御できるようにはなるけど、完全には無理。あの乙女像は心を映す鏡なのよ。あの乙女像というのは乙女像をかたどった椅子、乙女の玉座のことだろう。確かにあの玉座に座って集中するだけで心の防備が剥がれていく感覚があった。造花の手応えは夢の中で事象を操ろうとするのに似ている。作る対象の情報を引き出すのも、それを形にするのも、意識の深層で行われる。表層の意志だけではどうにもならないというマコーの主張は、理屈ではなく感覚の上で理解できることだった。誰かを特別に思う気持ちは、作り出すものに影響してしまう。それは、人々の暮らしを支えるというメイデンの使命に反するわ。
頭では人々が求めるバラを咲かせるべきだって分かっていても、誰か一人のために別の花を咲かせたくなるの。わかっとるやん。わかっとるやん。うん。言葉はマコーの胸に溜まった檻を洗い流すように止まらない。花ならまだいいわ。好みの範疇だもの。でも、好きな人のためにしか物を作れなくなったら、好きな人のために作ったものが他の人に害を及ぼしたら、自らを律せないメイデンは役に立つどころか有害なのよ。うん、拳を握りしめ、静かな声に切実さをにじませてマコーは訴える。彼女にとって、いや、プエラリウムにとっての恋がいかなる存在であるか、今やアルエットにも理解できた。端的な言葉がぽつりと漏れる。悪しき種。そうよ。悪しき種。なるほどね。面白いな。これはこれで、アルエットにも、そういう学びというか、の部分も与えられるっていう。別に喧嘩してるわけじゃないからさ。善悪の問答とかじゃなくて、道理の問答しとるから。決して巻いてはならない想念。芽吹かせてはならない感情。何よりも恐れるべき宿儺のもとだと、だから根絶すべきなのだと、霊山騎士は繰り返し訴えていた。それは、動物を司る立場であれば当然の心得だったのだ。悪しき感情を抱けば、それはきっと有害な形を得て世に放たれるだろうから。そうだね。なんだろうな。誰かを癒す魔法の力を持ったとき、人を区別してしまったら、それはそれでダメになるわけだからな。それも筋は通っとるよ、ちゃんと。だから、聖人君主。ね、上の人間だろうが、下の人間だろうが、すべてのものに対して平等に愛しなさいっていう、ね、ことになるわけじゃん。そういうのって。恋というものは本来、甘くて害のない感情かもしれない。けれど、ことメイデンに関しては違う。避けるべき精神の病の一つに他ならない。だから、あの子たちが恋というものをしてしまったのだとしたら、あの子たちの未来のために、それを正さなきゃいけない。言いたいかもしれんけど、別に喧嘩はしとるわけじゃないから、アルエットも多分何も言えんやろうな。なんて言うんだろう。マコーは言い放つ。その小柄な体に張る強い意志に、アルエットは胸をつかれた。だからここがあるんだよな。こんだけなんだろう。自分の中に、ちゃんと芯は通っとる子ではあるから、マコーって。だからそれを自信がないだけなんよな、ただ。能力はあるわけよ。だからテストとかも多分そんな感じなんだろうな。恋の成就に祝福の念すら抱いていた宣告の自分を顧み、のんきな姿勢を反省さえした。そうやね。だからアルエットは人らしさっていう部分に振り切れすぎとって、メイデンのことを全く考えてなかった。で、逆にマコーに関しては、メイデンってある使命を重視しすぎて、人の方を見れてないっていう。ここはここで二人としてバランスは成り立っとるな。おもろ。けれど、そのマコーの肩からふっと力が抜けた。そう思っていたの。そうなるよな。そうなのよ。二人とも自分の主張をいがみ合ってるわけじゃないから、けどこの問答によって必ず得られたものがあるわけよ。柔軟な発想っていう。そして、マコーにとってはその柔軟な発想っていう目線と、アルエットにとっては、規律というものの責任。そのメイデンという責任、その立場というものっていうのを、多分、お互いに学んだ感じやろうな、この問答は。でも、
本当にそれでいいのかって。そんな気持ちもどんどん大きくなってきて。マコーの声は打って変わってか細く、その体育は急にしぼんでしまったように見える。濃い沈黙が満ちた。マコーは瞳をうつろに陰らせてうつむき、アルエットはかける言葉を失っていた。パボーネには相談した？そこなんだよな。ここでパボーネの名前を出すのはちゃんと見えとるよな、全体像。めちゃくちゃ賢いんだろうな、多分アルエットは。アルエットの遠慮がちな問いを受け、ピクリとマコーの肩が揺れる。ますますわからなくなったわ。余計に苦しくなった。だからパボーネに関しては結構その感覚派の人間だから、その言葉でちゃんと言ってくれなきゃわからないわよみたいな、マコーにとってはちょっと大変なんだろうな。だからそれこそあれやんな、男と女の関係でさ、好きって言ってよっていう女側がマコーで、いや、心ではちゃんと好きなんだけどな、言葉にしなくても僕が君のこと好きなんだから、ねえ、そんなの言葉にしなくてもよくないみたいなことに対して悶々とするような感じ。すごいな、このキャラクターの作り方。すごいな。ああ、それで、とアルエットは納得した。俺も納得した。マコー一人なら判断はたやすかったろう。全国の超高ジタと同じ結論に行き着いていたはずだ。彼女が悩んでいるのは、パボーネと意見を違えたからに違いない。それも理屈の上では受け入れがたいのに、心の方は少なからず受容してしまったというちぐはぐなありさまで。でしょ？もう予想通りや。マコ、あなたは優しくて強い人だわ。そうなのよ。そこなのよ。マコーはすごいいい子なんだよね。ほら、私はそんなことないって言っちゃう。そこの自信が結局全てにつながるんだよな。うん。アドラー先生に怒られることを承知で、私を助けた。私をどうすべきか聞かれた時も、このまま放り出すわけにはいかないって言ってくれたわね。勇気は持っとる子なのよ。あなたにとって、校則は全てを超えて正しいものじゃない。そうあるべきだと知っていても、あなたの心は従わない。時として、もっと正しいものがあるのだと訴える。だから、そうよ。私自身に裏切られてばかりなの。アルエットはその次長に対して首を横に振った。そやね。私は、そんな裏切り者のあなたに救われた。あの場にいたのが別の人だったら、私はどうなっていたかしら。人々の助けになるというメイデンにふさわしいのは、一体どちらなのかしら。そうやな。うわ、すごいな。この問答すげえな。レベル高すぎじゃね？すごいね。みんなわかる？この問答の凄さみんなわかる？さっき、マコーが、自信を持って言い放ったことを、そっくりそのまま、アルエット側の意見を組み入れた感じで、問いかけとるんよね、これって。さっきの人助けの話がそうやねんか。うん。規則を破る、ね、人間も助けるのがふさわしい。だからそういうことだよね。ね、差別だけじゃなくてさ、ね、上とか下とか関係なくさ、じゃあ寿命、ね、人のね、直してほしいっていう気持ちはさ、際限なく出てくるわけだからさ、じゃあそれに対してやっぱりね、力は一つなわけだから、区別、順番付けみたいなことをせなあかんわけよ。そうなってくると元気な人間か、元気な貴族か、貧しい奴隷かって話になったらさ、ね、どっか取捨選択みたいなことをせなあかんわけで、うん。それがまさに今なんだよな。うわー、すごいな。
レベル高すぎじゃね？そう。自分が言ったことをそっくりそのままアンチテーゼとしてなったわけよ。両方とも正しいんだよね。だって自分のそのね、行いがまさにそうだから。うん。結果的にね、本当は、打ち捨てられるはずだったアルエットが魔法によって、ね、規則を破った魔法によって救われたわけだから。うん。アルエットが心から魔法をおもんばかり言葉を尽くしてくれていることはわかる。提灯から救うために精一杯伸ばされた手が見えるようだ。けれど、その温かい善意とは裏腹に発言の内容は罪深い。咎められるべきことを称賛しているのだから。あなたはきっと、苦しみながら答えを出すわ。悔いのない答えを。よしあしは自分で考えて結論づけるべき。まさにそれだよな。あとは覚悟を決めるだけだよ。決断。必要なのは決断する、覚悟と、それをやりきる覚悟やからね。それは今の魔法にとって最も苦しい道だった。そやね。どっちに進んでも、茨の道ではあるからね。だからちょうどその分岐点というか、多分そこなんだろうさ。うん。アルエットやパボーネはもう自分の道を進んどるかもしれんけど、マコーはたった今、その分岐、ね、分かれ道に立っとるってとこだもんね。うん。同時に最も納得のいく誠実な意見でもあった。マコーの瞳は未だ迷いに満ちている。けれど、宣告まで崩れそうに見えたその体には、自立に足る力が戻りつつあった。うん。そうやね。結局そうなんだよ。事象としては、結局自分が迷って、しまうっていうものは変わっとらんだけど、なんて言うんだろう。前進は必ずしとるから。うん。1で悩んどったのが、1.5 くらいで悩んどるから、その 0.5 は成長だよね。面白。